だけど僕はもうすでにフレブル沼の底にいて、多頭飼いの泥に足を取られてましたから、引き返すことができなくなってたんです。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカンの59歳です。最近フレブルが集まるイベントに行くと、多頭飼いが本当に増えたと感じます。特に2匹の多頭飼いをしている人が多いですね。またいつか多頭飼いしたいって人も結構いらっしゃるようで、飼っていてどうですかって聞かれることもよくあります。実は僕も2頭の多頭飼いは合計で12年経験しています。最初が女の子同士のペアで5年、2回目が女の子と男の子のペアで5年、3回目が男の子と女の子のペアで2年です。ただ結論を先に言うと、多頭飼いが幸せかどうかはこれ当たり前なんですけど、組み合わせ次第です。でもね、18年一緒に暮らしてきて分かったはっきりした傾向があります。そしてこの組み合わせを間違えてしまうと、憧れだった多頭飼いが地獄に変わってしまいます。そこで今回は僕が経験してきた3組のペアがどんな関係だったのか、多頭飼いの現実を実例としてお話しします。どうぞ最後までご覧ください。茨城県に引っ越して最初の子お嬢の留守番が長くなったことをきっかけに、寂しくないようにってお迎えしたのが小町でした。この時正直なところ、多頭飼いになるなんて意識はね、これっぽっちも持ってませんでした。勢いでねフレブルをお迎えしちゃってから1年ちょっとしかね経ってなかったんで、またね勢いでお迎えしちゃったって、そんな感じなんです。それで小町をお迎えして、飼い主の通勤と長いお留守番っていうね、今思えば深く反省しなければならない日常がね続いてました。でこの頃をね振り返ると、女の子同士のペアは一言で言うならば同居人みたいな関係だったように思います。2匹の関係性はね決して悪くなかったんですけど、仲がねいいわけでもありませんでした。小町がパピーだった頃はよく2匹で遊んでたんですけど、これが1年経ったぐらいになるとね、もうそれぞれに過ごすようになってましたね。ソファーで一緒に寝てたり、散歩も連れ立って行きましたけど、それ以上っていうなんかねあったわけではないです。たまにね喧嘩もしましたけど、こう猫のね引っ掛け合いみたいにねってねやり合うだけでね、全然ね緊迫感なかったですね。で妻がねどっかでね聞いてきた話で、女の子同士は一度関係がこじれたらね最悪で修復できないんで、別々の部屋で飼うしかないんだよなんてね、そんなこと言うもんだから、そうならないようにね心配してたのは覚えてます。でもねずっと一緒に留守番してるからなのか、お嬢と小町はね連帯感がねすごくあったようには感じてます。だから特に仲良くないんだけど悪くもなくて、お互いを認め合ってる、そんなね同居人のような関係でした。今思えばこのペアと暮らした5年間っていうのは大きな騒ぎもなくて、まったりゆったりしてましたね。でその後ブリンドルの男の子のねボンをお迎えして3匹の多頭飼いになったんですけども、それから半年してお嬢が肥満細胞腫でね虹の橋へ行ってしまいました。7歳でした。
お嬢がいなくなって小町とボンの男女のペアになりました。最初の頃ボンはまだ1歳にならないくらいで、小町もねボンもべったりでねよく遊んでたんですけど、やがてねボンが成長するにつれてこの関係がね崩れていきました。これは男の子の本能なんだと思うんですけども、小町に対してマウントをね取り始めたんです。これが厄介で、飼い主がいない時は同じ部屋でね寄り添いまではしないんですけど一緒にね眠ってたりするんですけど、飼い主がいるとボンの態度がねガラッと変わってね小町を威嚇したりするんですね。例えばみんなでリビングでねくつろいでテレビ見てる時なんか、小町が寝てたりするとそれを見てねボンがねうなり始めるんですよ。で小町がそれに気づいて争いたくないんで部屋を出て行っちゃう。そんなことがね何度もありました。またね夜寝ている時も同じで、小町が例えば妻の部屋で寝てたりするとボンがね行ってうなり始めるんですね。いわゆる追い出しちゃうんです。で小町が僕の部屋に逃げてくるとか、そんなことがね多々ありました。これね困ったのは飼い主がね介入できないんです。飼い主が絡むことでボンのスイッチが入ってしまうんで、どちらに肩入れしてもいい結果にねならないんです。小町をかばえばさらにねボンがヒートアップしますし、ボンをね構ってると小町が孤立してしまう。こういった状況にね妻がね何度もね涙を見せたことがありました。だってね妻の多頭飼いの夢っていうのは2匹が寄り添って仲良くね眠る光景を見ることだったんです。だからこの状態をねどうにかしたかったんですけど、どうにもできないままで、それで5年ぐらいがね過ぎた頃、小町が急性の脳神経系の病気で虹の端へ行ってしまったんです。10歳でした。小町が亡くなって家の中が急に静かになりました。すでに僕は会社を辞めて自宅で仕事をしてもう3年ぐらい経ってましたんで、日中にボンがね一人きりでいるのはね見てたんですけど、大きなね変化はなくて、ただ以前よりすごく甘えてくるようになりましたね。ただね僕自身はすごく喪失感に見舞われてました。だってね僕と一緒に一番長く暮らしてきた子が小町だったんです。それに散歩に出かけてもリードは1本しかないじゃないですか。それを妻が引いたら僕は後ろをねついて歩いていくだけなんです。で小町とねボンのいざこざがねあったことで、妻からはもう多頭飼いはしたくないって言われてたんですよ。だけど僕はもうすでにフレブル沼の底にいて多頭飼いの泥に足を取られてましたから、もうね引き返すことができなくなってたんです。それで決意を込めてフレブルは僕の生きがいなんだって妻に告白しました。それで女の子のひまわりをお迎えしたんです。この時ボンは6歳。自分が先住犬で上位にねいることが分かってるんで、最初こそギスギスしたんですけど、ブヒレスするくらいにねひまわりの面倒をね見てくれるようになりました。ですが飼い主がいる部屋ではひまわりが僕に甘えようとしたり、おもちゃとかでね目立った行動をすると急にねボンが襲いかかって服従させるようなね行動をとることが日に何度も見られるようになったんです。これパピーのねひまわりにとって相当怖かったと思います。ただね妻は犬の間のことは犬同士で決めればいいってどこかね達観してましたね。多分これ小町のことがあったんでそんな風に考えるようになったなと思います。だから僕もねそれを聞いて必要以上にね割って入ろうっていうことはねしないようにしました。ひまわりは頭のねいい子だったんで
僕がね一緒の部屋にいるとボンがおかしくなるのがね分かったんですね。だから僕のそばにね近寄ってこなくなりました寂しいじゃないですか。なんでね早朝とか夜にねボンを先に寝室にね連れて行った後にリビングでねこっそり2人でね遊んでました。またね寝る時ってね僕の部屋でひまわりに寝てたんで専用のねスペースをこう作ってボンがね入ってこないようにねガードしてました。でもこんな状況をどうにか止めようといつも悩んでました。あれこれしてるうちに2年ぐらい経っていろんな理由があるんですけど僕は男の子のこの蘭丸をねお迎えする決断をしたんです。その時もう妻はね完璧に呆れてましたね。僕はこの時57歳です。だからこの子をね最後にするって決めてました。だけどねこの蘭丸が来たことで波がね止まったんです。ボンがひまわりを威嚇すると蘭丸がね駆けつけてね必ず間に入ってね守ってくれるようになったんです。さて今回は僕が経験してきた3組の多頭飼いペアを通して組み合わせで関係性がどう変わるのかをお話ししました。でも唯一僕は男の子同士のペアだけは経験したことがないんです。知り合いのオーナーさんに話を聞いたことがあるんですけど、男の子同士は上下関係をめぐるマウントの取り合いがあって最悪の場合は流血騒ぎにまで発展することがよくあるんだそうです。それでも上下関係がねはっきりした後はうまくいくようになるっていうことでした。うちではボンと蘭丸は年の差が8歳あるんですけど、ボンは蘭丸に対してどこかよそよそしいというか一線を引いているようなところがあります。一方で蘭丸は自分の方が強いんだって分かってる節があるんですけど、ひまわりをね助ける時でもボンに対しては本気でなくてどこかね手加減してる感じがありますね。だからそんな様子を見てるとね、うちは3匹の多頭飼いになったことでいいバランスが取れたんだなって思います。ちなみに妻の夢だった寄り添って眠る光景っていうのもねこのひまわりと蘭丸が叶えてくれました。さて多頭飼いされている飼い主さんでいやいやうちは違うよとかこの組み合わせがベストだよっていうねご意見がありましたらぜひコメント欄で聞かせてください。またこのチャンネルを少しでも面白いと感じていただけましたらチャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。